この2年間、世界各地で過酷な自然の中で生き延びてきました。毎回食料は持たず、水もなく、現代的な道具も使わずに挑戦しました。全て自分の手で得るしかない。1年ぶりに再び荒野へ出発します。今、カネ三角にいます。タイ、ミャンマー、ラオスの国境地帯、今はメコン川のほとりのホテルに泊まっています。ここには去年一度来ましたが、サバイバルはしていませんでした。だから今回はサバイバルします。これが今回持ってきた装備です。主に撮影機材とバッテリー、そして充電用のもの、薬、電話、モバイルバッテリー、カメラのバッテリー、小さなヘッドライト、アクションカメラ、ドローン、大きなソーラーパネルもあります。では山へ向かいます。車をチャーターしました。到着しましたか？ありがとうございます。金三角地域は東南アジアの熱帯雨林気候ですが、今は乾季です。本当にいい時期を選びました。今私たちは山に登っています。詳しく掘られた道を森の奥へ進みます。1時間後、目的地の山頂に到着。山の下には原始林が広がっています。ここがこれからの戦場です。装備を下ろします。やっと目的地に到着しました。荷物を下ろします。森の中は少しひんやりしています。よし、行こう。早く場所を探そう。拠点にできる場所を探します。水があって日当たりが良くて乾いて快適な場所が第一条件です。この小道は人が通った後ですね。薬草取りカー狩りでしょう。ゆっくり行こう。傾斜が急だ。道にはこんなものしか残ってない。本当に厄介だ。うわ、すごい急だ。めちゃくちゃ急だ。ここは深い谷だ。小さな動物の通り道を発見した。ここにしっかりと跡がある。とてもわかりやすい。この道を上へ向かっている。体は小さい。こういう跡ならネズミの可能性が高い。ここ本当に急だ。よし、行こう。なんか引っかかった。トゲのある植物だな。この感じはちょっとチクッとする。まあかすり傷程度だ。大丈夫だ。どうしてトゲだらけなんだ。何か音がしないか。前の方だ。よく聞いてみよう。お、少しだ。水の量が少ない。もう少し下へ行こう。下の方がもっと水があるはず。木が茂りすぎている。空が見えないほどだ。こっちは水の流れが大きい。さらに下ならもっと多いだろう。悪くない山の湧き水の味だ。でもまだ茂りすぎている。ここではシェルターは作りにくい。ほとんど全部木に覆われている。もっと開けた場所を探そう。そこでキャンプを作る。いい場所を見つけた。ちょうどこの後ろのあたりだ。割と平らで開けている。空もちゃんと見える。こういうところなら湿気も少ない。
でもここはまだ少しデコボコしている。少し整地しよう。よし、きれいにできた。理想的な拠点だ。木を集めるのも大変だ。道具もナイフもないから全部手で折った。隙間が大きすぎるな。もう少し編み込もう。後でバナナの葉をかぶせるために。次は下から重ねて並べて上へ向かってかぶせていく。これが一番の防雨方法だ。こうやって重ねる。今日は地面で我慢して寝よう。完成だ。一日中働いた。やっと作り終えた。結構しっかりしてる。雨よけもバッチリだ。でも今は雨季じゃない。多分雨はあまり降らないだろう。とりあえず今夜はここで寝よう。明日は火を起こしてみるつもりだ。そうすればもっと快適になる。でも今夜はちょっと厳しいな。日が沈んだばかりでもう冷え込んできた。気温も下がったが大丈夫だろう。脂肪が熱いからね。何かあれば明日考えよう。一日働いたし本当に疲れた。おやすみ。ダメだね。慣れない。寒すぎる。実際はそれほど低くはないけど、多分20度くらいだ。体を動かそう。よいしょ。体を温めよう。外はすごく静かだ。虫の声さえほとんどしない。やっと夜が明けた。ああ、やっぱり寒いな。霧が晴れるのを待って太陽が出たら森の中も乾いてくる。どうにかして火を起こさないと。電池を壊してでも火をつける。今夜はもうこんな風に過ごしたくない。本当に辛い。油だらけだ。洗っても落ちない。水分は悪くない。今から木を探しに行く。火を起こす。いい棒を2本見つけた。硬い木だ。見えるだろう。乾いた草も少し用意する。これくらいあれば十分だ。これでいい棒が1本手に入った。棒が折れて煙も出ない。なんだよこれ。摩擦でも火がつかない。また工夫しないと。さもないと今夜も凍える。もう一度泥木で試すつもりだ。本当に最後の手段だ。カメラの電池は使いたくない。あれは安くないし撮影にも必要だ。
やった。火種ができた。まだ小さいけど、優しくしないと消えてしまう。慎重に、この乾いた草で火を育てる。動きを大きくしない。強くしすぎてもダメだ。火起こし成功。気をつけろ、気をつけろ。ああ、やめて。ダメ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 。まだ火種がある。まだ吹ける。イエス。この巻き湿ってる。火がつきにくい。本当に難しい。これを足して、それからゆっくり燃やす。さっきな知ってる？火がじわじわ燃えたけど、拭いてたら少しついたのに、ちょっと気を抜いたらすぐ消えそうになってびっくりした。全部消えるかと思った。本当にね。大変だったでもまあ。なんとかセーフ。火がついてよかった。火が起きたから食べ物探そう。腹減った。見える？ここだ。やばいスパイダーマンになる。噛み切れない肉だらけだ。もう一回包んで。うわ、まだ大物がまだ動く。見た？これが花雲。名前の通りカラフルな模様をしてる。食べられるんだ。雲南の少数民族はこれを酒のつまみにする。でも捕まえるときはめっちゃ注意が必要。スパイダーマンになりたいなら別だけど、火に炙って逃げられないように、これで動けない炭火の横で炙る。この2匹じゃ腹の足しにならない。もっと食べ物探しに行こう。ここに野生のバナナもある。昨日は取っても食べられなかった。ちょうど今日は火が起きた。取って火で焼けば食べられる。よし、少し証拠。食べる分だけ焼けばいい。残りは明日食べられるし無駄にならない。肉も野菜もあって悪くない。小さいのはもう焼けた食べられる。見てほら、少しだけ。味は意外と美味しい。お腹の中に卵があるみたい。この味、食感は何かに似てるな。カニ味噌みたいだな。おっと、大きいのもある。食べてみよう。本当に香ばしい。残念にひいきだけだ。野生のバナナもいい感じ。味見してみよう。今夜は焚き火がある。よく眠れそうだ。もう寒さは怖くない。昨夜は本当に寒かった。
これからの日々は楽しみだ。もっと良くなる。よし、頑張ろう。おい、兄弟たち。朝から大変なことに衛星電話で無事を伝えたら、こう言われた。休養だから早く下山しろ。仕方ない下山するしかない。残念だが、挑戦は終わり。まだ痩せてもいないのに仕方ない。用事が終わったら戻って続きをやる。ここで約束する。必ず最後まで取り切る。途中でやめない。何があっても。すごいものを見つけた。みんなコブラだぞ。冬眠しないのか？多分ここは暖かいからだな。出てきたのかどうかわからない。ここで日向ぼっこしようとしてるのか。これは船山コブラだ。こいつはこっちを睨んでる。やばい。今日は運がいいな。外に出た時にお前に会っただけだ。もしここにまだ住んでたらお前は逃げられなかった。まあいい、放っておこう。用事が終わったら戻ってきてサバイバルを続ける。これはまだ始まりに過ぎない。終わりじゃない。前は現地の人と交流できなくて、だから今回は山を変えてサバイバルを続けます。また戻ってきたぞ。でも今回は別の山だ。すでにシェルターは作ってある。今回は少し装備も持ってきた。なぜ山を変えたかというと、追い出されたからだ。でもここも悪くない。山はもっと広く、標高も高い。食料も多そうだ。すぐ横には小さな泉もある。だからシェルターはそこに建てた。今やることはナイフを持って木を切ってベッドを作ること。前に地面で寝て凍えた経験がある。だから今回は快適に過ごすために最初にベッドを作る。ベッドはまっすぐな木で作るのが大事。でないと翌日腰や背中が痛くなる。まず横に木を3本並べて、その上に縦に木を敷く。簡単な地面から離れたベッドの完成。これで地面から隔離できる。なかなかいい感じだ。でもまだ解決すべき問題がある。火をここで炊くと一つ問題が出る。夜に火の粉が飛んできたら大変危ない。だからここに覆いを作ることにした。あれ、林系何撮ってるの？いや、空の雲が暑いなと思って。今僕のベッドより低い位置にある。だから日も炊けるし火の粉も怖くない。さあ生活開始だ。このナイフには火打ち石が隠れてる。よーし、ついた。やっぱり現代の道具は便利だ。暗くなった。今夜はきっと最高の夜になる。焚き火もベッドもあるから。明日からは顔痩せモード開始だ。このジャングルで手に入りやすいのは野生のバナナだ。これはいいぞ。苦くて渋い。まあ腹の足しにはなる。よく観察すれば気づくけど、森の中には道があるんだ。ここなんか動物が掘った跡みたいだ。地面がむき出しになってる。
多分野鳥が餌を探した後だな。この葉っぱの下に虫がいるはず。ほら、ここに道があるだろう。木の棒をストッパーにして、その下に輪を仕掛ける。こういう感じで、よーし。試してみよう。いいぞ。すごく敏感だ。しかも締め付けも強い。見えるだろう。鶏なら絶対逃げられない。葉っぱで踏み板を隠してカモフラージュ。道も少し塞いで、横から行かないようにする。よーし、仕掛け終わった。かなり自然に見える。違和感はない。また小道を見つけた。ここにも仕掛けよう。また一つ罠を仕掛けた。両側もしっかり塞いである。よし、次に行こう。もっと作ろう。罠が多ければ肉を食べられる確率も上がる。今日は一日森の中でたくさん仕掛けたけど、食料は、だから今日は何を食べるか考えないと。すぐには手に入らない。水辺に行って食べ物を探してみよう。カニでも取れたらいいな。山ガニだ。すごーく綺麗だ。ポケットに入れておこう。いいぞ。2匹だ。なかなかいい感じ。ほら見てみろ。おお、6から7までひいきはいるな。まとめて包んでおこう。逃げないようにね。よし、いいだろう。これは食べられるぞ。ほら、一番小さいのでもこんな大きさだ。味がめちゃくちゃうまい。今までで一番美味しいカニかもしれない。中に味噌もある。罠を仕掛けた後は毎日の楽しみはそれを見に行くことだ。動きなし。まだ動きなし。言えるのはまあ仕方ないな。これはかからなかった。十数個も仕掛けたけど収穫なし。まあ予想通りだ。2つは反応したけどかからなかった。直しておいた。今日はもうやる気なし。休むとしよう。腹が減ったらカニを少し食べればいい。
これは空っぽだ。でもやっと成果があった。丸っこい鳥だ。見える？俺たちが食べてる課金、元はこれを育ててできたんだ。大きさはあまりない。手のひらくらいだな。いわいこの鳥は、ここでは保護されてない。重くてもせいぜい 750g くらい。はっきり言えないけど、多分750もないな。小さすぎる。触ってみたら。でも少し脂があるぞ。もう我慢できない。今すぐ水辺に持って行って処理する。見ろよ、この鳥。肉付きもいい。見た感じでもせいぜい 500g。よし、串に刺そう。これは肝臓だ。一番うまい部位。さあ、焼くぞ焼くぞ。この辺りはよく乾いてるな。これ本当にうまい。お、思わぬ収穫だ。木の中から焼け出てきた。熱くて飛び出してきたんだ。一緒に焼いちまえ。うんなんでも酒のつまみにされるやつだ。うわ、香ばしい。焼けたぞ。もう食える。おお、この肉、弾力がすごい。山の獲物は本当にうまい。皮下脂肪も見てくれ。ああ、最高の満足感だ。骨は残しておこう。後で使える。まだ半分くらい残ってる。夜に食べよう。量は少ないけど、十分に満たされた気分だ。この肉の香り、たまらん。でも今日は、もうじっとしていられない。まだやることがある。まだ4日目だし、見て、この小屋の葉っぱはもう乾いてる。穴まで開いてきた。補修しないと、日差しが強いからだな。だからこんなに早く乾いた。たった4日で、もう落ちそうな葉っぱもある。とりあえず屋根を直した。次は罠を仕掛けに行く。鶏の骨を持っていこう。今日は4日目。これまでの準備のおかげで、この森での暮らしが少しずつ良くなってきました。最高だ。屋根を少し直して、次は罠を仕掛けに行きます。鶏の骨を持って食べ残した骨も役立ちます。それを使ってネズミ捕りを作れる。現地調達で溝の石板を利用してネズミ用の落石トラップを作ります。この山でできるだけ食料を確保したい。ここに仕掛けよう。だいたい石。この位置に結びつけて、罠の仕組みはこんな感じ。ここに縄を結んで、ここに骨を置く。ネズミが来て食べようとするんだ。よし、完成。鶏の骨は匂いが強いから効果あり。同じ方法で溝のそばにもう2つ仕掛けました。溝の近くはネズミが多くて、夜になると動き出す。匂いにつられてくるかもしれません。昼には鳥が少し残ってた。これが今夜の晩ご飯。お尻の部分もある。無駄にしないで食べよう。
ばい。明日の朝起きても食べ物がありますように。時間が経つのは早いな。もう5日目だ。これを切っておこう。後で罠を見に行く。まずは川辺のネズミ捕りを確認。動きなし。これも反応なし。全然だ。ネズミ捕りは収穫ゼロ。山の方の罠も見に行こう。周りに仕掛けた罠も全然反応なし。何も捕まってない。下の方も見たけど成果なし。今日は全滅だ。3つのネズミ捕りも全部空振り。仕掛けた罠も一部は作動したけど捕まえられなかった。とりあえず火を焚こう。午前中は結構寒い。霧が出てるから太陽がまだ出てない。銃声が聞こえたか？誰か山で狩りをしてる。やばい。これは小口径の銃声だと 100% 確信してる。前にも使ったことがある。銃声があっちからはっきり聞こえる。距離はそんなに遠くないはず。まだ狩りしてる人がいるなんてすごいな。でも予想通りだ。こういう場所では暇さえあれば銃を持って山に行って狩りをする。また撃ってる。俺を獲物と間違えないでくれよ。もしこれから出会ったら獲物を少し分けてもらうつもりだ。ほら、また虫が出てきたぞ。でもこれじゃ全然足りない。少なすぎる。じっとしてられない。今日はまだ食料を手に入れてないから水辺に行ってみることにした。運を試す感じだ。実際ここにはカニは少ない。他の人が先に取ってるのかも。でもないよりはマシだ。何かに触ったぞ。柔らかい。石の下に隠れてたんだ。あれ、何もいない。空っぽ。あ、ここだここだ。見ろよこのやつ。よく隠れてるな。力も強い。こんなに大きい。うわ、見てみろ。香りが本当にすごい。足を食べよう。頭ももう少し昇降。まだ焼けきってない感じだ。あれ、カニはあまり捕まえられなかった。なかなか捕まえにくい。捕まえやすいのはもう全部取っちゃった。でもやっぱり美味しい。食べたら横になりたくなる。何もしたくない。体がちょっとだるい感じ。このカエルの鳴き声を聞くと、溝の中にまだ何匹かいる。でもこれは見つけにくい。捕まえるのも難しい。時間は6日目に入った。毎日の罠を確認することにあまり期待しなくなった。むしろ少し怖い。成果がないのが怖い。毎日獲物があるわけじゃないと分かっていても、やっぱりがっかりしてしまう。もっと気持ちを整えた方がいいと思う。収穫がなくても他の食べ物を探せるはずだ。
また何の収穫もない一日。全部の罠を調べたけど、全く反応なし。運を使い果たしたのかな？それとも森に獲物が少なすぎるのか？昨日のカエルが捕まえられたのは完全に運が良かっただけ。何日もいて、やっと一匹。この木は、たまに虫が出てくる。虫を掘って食べてみようかな。この木はあちこちにある。拾ってきて、掘って試してみよう。見た。今、中に潜っていった。わあ、見てこれ。実はもっと早く気づくべきだった。この枯れたつるには何かある。ここに置いて、少しずつ剥いて。雲南ではこれを酒のつまみにするところもある。すごく美味しくて香ばしい。でも、高タンパクにアレルギーの人は食べられない。ここにもある。見て。ここにも一つ。見てよ。これは大当たりだ。たくさんあるね。ここにはこういう弦がいっぱいだ。食べきれないくらいだ。見てみよう。思わなかったな。午前中だけでこんなに取れたなんて。これ、栄養価がすごく高いんだ。ほとんどが脂肪とタンパク質でできている。それに微量元素もある。この虫だけで栄養価はステーキに負けないくらいだ。まずはこれを見て。見た目は気持ち悪いけど、中国では食用に買ってる人もいるんだ。しかも結構高く売られてる。よーし、もう食べられるぞ。さあ、食べてみよう。脂肪とタンパク質がたっぷりだ。こっちにも枯れたつるがたくさんある。中にはだいたいこういう虫がいる。本当はもっと早く気づくべきだった。1、2匹焼けるなら食料はかなりあるってことだ。この2日間は少し楽できそうだ。体力を温存しよう。おはよう。時間が過ぎるのは早いな。もう7日目だ。今さっき罠を確認したけど、残念ながら何もかかってなかった。獲物が少なすぎる。もしかして警戒心が強いのかも。今日も虫を掘って食べるしかないな。何か方法を考えないと。虫ばかりじゃここではやっていけない。野外でも体を清潔に保つのが一番いい。これは毎日欠かさずやっていることだ。食べきれない。本当に多すぎる。そのまま焼こう。さえ1本で5から6までひいきは出てくる。食べるしかない。他に食べ物がない。しかも意外と美味しいし香りもいい。この辺りは鳥の声がよく聞こえる。だから鳥を捕まえるのを試してみようと思う。どうせ罠は成果がないし。これ作動したな。多分支えきれずに倒れただけだ。前に仕掛けたこのネズミ用の罠のところだ。周りで鳥の声がたくさん聞こえる。すぐそばには水もある。そっと仕掛けを置く。ここに結びつけた。全部きちんと仕掛けておいた。鳥が真ん中の虫を食べに来たら、見えたか？これは最高の餌だ。お前、人も噛むのか？でもほんのちょっと触れただけ。さあ戻って待とう。2時間後にまた見に来よう。さっき確かに来てた。
きっと縄が太すぎたんだ。輪っかが締まらなかった。細い縄に変えれば大丈夫だろう。これはパラコードの芯だ。今から仕掛けてみる。もう一度試してみよう。この細いのを結んでおく。今度はもっと細い縄にした。今度こそ逃がさない。今はシェルターで静かに待つ。唯一の難点は太陽が沈んだこと。ダメだ。終わった。今日は捕まえられない。鳥の声も聞こえなくなった。最初に失敗したから警戒された気がする。この鳥は捕まえるのが難しい。もう来なくなった。もしかして仲間に知らせたのかも。これは罠だって。ずっと静かなままだ。こんなに待ったのに。まあ、うまくいくまで時間がかかる。肉を食べるためにもっと工夫しないと。やっとネズミ捕りが成果を出した。何日も反応がなくて諦めていたのに、まさか今日こんな大きなネズミがかかるとは。これは白ウサギネズミだ。肉質がとても柔らかくて美味しい。広東や広瀬では養殖して食べられている。まさか今日捕まえられるとは。やっぱり罠が発動したな。生き餌を仕掛けていたから。その誘引力はとても強い。夜に餌を探す小動物が来て食べてしまったんだろう。でも捕まらなかった。全部の罠を確認したけど、収穫はネズミ1匹だけ。たくさん罠を仕掛けて今日これだけでも取れたのは本当に良かった。皮や油もあるしな。最高だ。食べ終わって喉が渇いたから水を飲もう。見た目はこんがりサクサクだな。この肉を試してみよう。ネズミが半分ほど残ってる。夜に取っておこう。今から屋根を補修しないとな。日に日にボロくなってきてる。本当にもうボロボロだ。屋根を張り替えたらすっきりした。雨は降らないけど霧は出るな。鳥でも夜に出てくる獣でもなかなか捕まらないのは問題だ。だから罠を少し改良した。数字で囲って葉っぱもかぶせてより自然に見えるようにした。効率を上げるためにもう一つの仕掛けも作った。今度こそ捕まえられるはずだ。この罠は仕掛け終わったから、次はネズミ捕りの餌を虫に取り替えておこう。やっと終わった。充実した一日だった。この罠には結構期待してる。非耳を使ったからな。発動率がとても高いんだ。もしかしたら明日珍しい獲物がかかるかもしれない。山の中は日が暮れると一気に気温が下がる。でも焚き火があると本当に快適だ。発動しないかもしれないとは思った。発動しても捕まらないとか、捕まっても縄を噛み切って逃げるとか。でも餌だけなくなるなんて想定外だ。餌が消えてるじゃないか。まさか壊れてるのか。試してみよう。ちゃんと敏感に動くぞ。虫がいなかったらここでどうやって生き延びるんだろうな。この数日間ずっと狩猟罠を見張ってる。発動したり餌を食べられたり、その度に補充している。これは一体どんな動物なんだろう。俺の虫をあんなに食いやがってどうやっても捕まらない。こんな環境で生き延びてるなんてやっぱり大したもんだ。でももう我慢できなくて罠を改良することにした。なんとか捕まえたい。これも首を狙う仕掛けだ。
餌を食べようとしたら、頭を必ず輪の真ん中に入れなきゃいけない。その瞬間に餌に触れたら、縄が一気に締まる仕組みだ。相手は本当にずる賢い。虫を山ほど食べられてる。ここで長く生き延びてみて感じたことは、良いこともあれば悪いこともある。良いのは最近天気が本当にいい。乾燥して蒸し暑くない。だからここで生きるのはそこまで大変じゃない。ただ獲物を捕まえるのが難しい。こんな環境で生きているなんて、すごい生命力だよな。追いかけ回されても生き残ってる。山に長くいると退屈で木を切って簡単なクワを作った。山芋でも掘れるかなと思って火で炙って少し炭化させて丈夫にした。エネルギーを補充して今から山に行って山芋を掘れるかしそう。おっと、ここに掘った跡を見つけた。どれくらい深いんだろう。俺のクワで掘れるかな。これは地元の人が掘った跡だな。山の恵みを利用してるんだ。季節になると山芋を掘りに来るんだろう。この道具じゃ明日になっても掘れそうにない。周りに山芋の豆は少しあるけどな。ちょっと拾って食べられるな。ここにも一つある。この山芋豆は実なんだ。同じく食べられる。あちこちに掘った跡がある。こんなに深い穴まで掘ってある。もう掘れるものはないな。おとなしく豆を拾って食べよう。火のそばで焼いてみる。まるでじゃがいもみたいだ。味もじゃがいもに似てる。これは本当に美味しい。見て。よし、もっと加えて火を強めよう。やっと収穫だ。なんか噛みつきそうだ。ほら、自分の陣地を守ってる。噛まれた。血が出た。やばい。面倒なことになった。狂犬病のワクチン打たなきゃダメかも。やばいやばい。そうだそうだ。撤退だ。撤退。こいつ本当に凶暴だな。もう食べる気失せた。とにかく撤退しよう。力も結構強いな。もういい。今日は食欲ないし。行け。って本当に噛まれた。早く処理しないと。まあ悔しくない。捕まえて映像には残せたし食べなかったけど、実は数日前からその痕跡を見つけてた。あの木の幹にクソがたくさん残ってた。果物を食べた後のクソだな。シェルターのすぐ横にまだ残ってる。前はこの木に食べ物があったんだろう。ここに来てから結構居心地は良かった。この森は乾燥していて蒸し暑くないからだ。ここでは毎日ちゃんと体を洗えばとても快適に過ごせる。ベタベタした感じじゃない。ほら、地面にもう砂ぼこりが出てる。こんなに長くいても雨は降らなかった。次の回にしよう。次はもっと難易度を上げる無人島での単独生活をやるつもりだ。期間も長めにして、そして一番リアルで一番過酷な部分を見せたい。今回はここまで。まるで休暇みたいだった。これも片付けて行こう。帰って少し休んで正月を過ごす。
それからまた出発だ。みんな新年おめでとう。